こんにちは。マツダ自転車工場の松田博道です。本日はですね、ここに今のフレームが用意してありますけど、このフレームのここの部分、これエンドって言います。エンドの種類、いろいろあるんですけど、その部品について、紹介していきます。でエンドっていうのは単体で言うとこういうものです。でここにスリットっていうんですけど、こういうのが入ってますけど、タイヤの車輪のシャフトがこう入って、ここでネジで締めたりして止める部分、我々は爪っていう言い方をします。多分爪っていうのはこういうなんていうんですか、こういうふうになってるんで、こういう形から爪って言ってるんだと思うんですけど、でこれは今見ていただいた競輪の専用のトラックエンドって言います。はい、トラックっていうのは競輪の自転車の場合走るトラックっていうんですね。ですからトラックを走るトラックレーサーのエンドということでトラックエンドっていう言い方をします。でこちら実はもちろんこれを作ってるメーカーとか形はいろんなものがあるんですけれども、このスリットの細さが違いがあるのが分かりますかね。こうしてみましょうか。皆さんから見て左側の方がちょっと高さが低い狭い風になっていて、こちらがちょっと広くなっていると思います。で、こちらの幅が8ミリで、こちらが10ミリ10ミリなんですね。でこちらは競輪で使われてるんですけど、あんまり使ってる人は今いません。でも企画としてはありますので、これを使ってる人はいます。こっちの方がもうほぼ、皆さん使ってる方がほとんどって言いますか。でこちらはエンド幅っていうここの幅ですね。でトラックレーサーの場合は通常この隙間が120ミリと言われてます。で先ほどのこちらの細い方は110ミリで、昔はこの110ミリっていう規格でものが多かったんですけど、今は120ミリのものがほとんどなので、先ほど言っていただいたこちらの方をよく使ってるということですね。はい。こんな感じになりますね。でここにまた細い隙間がありますけれども、これは何のために入ってるかっていう、もちろん意味がありまして、こう見ていただくとここのシートステイがちょっと内側に沿ってますよね。わかりますか？この面に対して分かりづらいですか？ここの幅が最終的にここに行くわけなんで、このシートステイはまっすぐですから、ここで角度がちょっと内側についてるんですね。でこの角度をつけるのに最初はこれもちろん平らなんですけど、角度はついてなくてシュッとなってますね。でこれをこっち側に曲げたいときに、ここでギュッと曲げるときにこのスリットが入っていることでスムーズに曲がりやすくなっている。そのためにこういうふうにうちの方では加工して入れてあります。ちなみにこれは当社で作ってるものじゃないんで、他のビルダーさんもいろんなところに頼んだりして、オリジナルのものを用意していると思います。で次にですね、今の紹介したこれはトラックエンドなんですけど、
ロードエンド、こういういろんな形がありますね。これはこういう向きなんですけど、シャフトがこういうふうに入ってここで止まりますよね。でもちろん前後では動かない、ここで固定されるようになっております。で通常ロードバイクに使うんでこれの場合はこういうクイックレリースというのでキュッと締めたりして止めるところの部分なんですけど、ちょっと昔のものはこういう向きで、この隙間の向きが違いますよね。こちらの方はこっちが前なんですけど前方を向いてます。つまりシャフトをこっからこう入れて止めたってことなんですよ。こちらは下から上でこうストンと落とせばシャフトのところで止まる感じなんですけど、これは自由にシャフトの位置を動かせたりするためのこういう形なんですね。でなんでこういうふうになってるかって言いますと、これ今はロードバイクっていう言い方しますけど、昔はロードレーサーっていう、乗り物でレースをするための乗り物だったんですね。でレースをしている際にスポークがねちょっとアクシデントで折れちゃったりすると車輪がそのバランスが崩れてこう触れちゃうわけなんですよ。でもレースですからやっぱりちょっとたどり着かなきゃいけませんのでそのスポークをこう触れをね調整するとともにここの部分ここに実はねちょっとないから説明してないんですけど、ネジがありまして、このシャフトの位置を前にやったり後ろにやったりってこうずらすことができたんですね。でそれでこう車輪がこう触れちゃうのをフレームにタイヤが干渉しないように調整してなんとかこの車輪が回るようにして使ってるものなんで、こういう形になってるっていうのがもともとの由来なんですね。ただ今となりましてはもう通常こういう形になってて、シャフトはもうここで止まっちゃってますから、もうシャフトはもう動かせないんですけど、位置はね、でこの場合車輪を外したりつけたりするときに前側からこう後ろに引いて入れるので、こっちはただ車輪があってフレームをストーンと落とせば車輪がすぐはまるんですけど、非常にちょっとちょっと手間がかかるというか面倒なんで、今はもうほとんどロードバイクっていうとこういう形になってますね。クラシックな造形を好んだりそういう自転車が今車でいうとクラシックカーとかいろいろありますけど、そういう昔の形状のものがお好みだっていうお客様の場合はこういうエンドを使ってフレームをオーダーすることももちろん可能です。で今これは裏だな、並べてるんですけど、でここにこういう穴が開いてるのはです、これは右側のエンドなんですけど、ここに変速機をつけるための取り付けの位置のネジを差し込むところですね。で左側はネジがないんで、左右でいうとこういう形でつくんですけどね。でここに穴がこう丸っこかったり三角っぽかったり書いてあるのは、これはデザインですね。あとはこの部分の肉抜きっていうんですけど、この部分の金属を抜いても十分強度としては保たれているので、そうすることで多少ちょっと軽くなったり、あと見栄えがねちょっとすっきりするというか、そういうのもあってこういういろんな形があります。
これなんか結構こんなに抜いちゃってもこの部分なんかこんな細いんですけど、これでもフレームになった時に人が乗ってもここが曲がったりとかすることは当然ないんですね。はい、ダボって言います。これは泥よけなんかを取り付ける自転車を作る場合、ここにネジ山がね設けてこういうふうにつけられますよっていう形で、最初から製品にこういうふうについてるものとついてないものがあるんですけど、当社のロードバイクの場合は通常は取り付けない設計で作ることがほとんどなので、これは取っちゃって、それでこれを取った状態で使ってるっていうこともあります。でこれは今説明したのは全部フレームの後ろの部分のエンド、リアエンドっていうんですけど、リアエンドいろいろこういうのあります。で次に見せするのはこれはフロントフォークのこれフロントフォークですね。フロントフォークの前輪のシャフトをこう固定するところのここです。これもエンドっていうんですけど、その部分ですね。はい、リアエンドに対してフロントエンド、我々の場合はフォーク詰めなんて言い方をします。でこちらもいろいろこういう形があるんですけど、もう一つ出しまして、こちらは当社の方で競輪用に使っているものです。でこっちからこっちは全部ロードバイクに使用しているものです。この部分が要はこのフォークの足のところに切り込みを入れるんですけど、その切り込みを入れたところにスッて差し込んで、ロー付けをして最終的にこのようになるということですね。これは別に向きはありません。でこちらの競輪用なんですけど、このスリットっていうこの幅がちょっと違うのが分かるかなと思うんですけど、競輪用もさっきお見せしたそのリアエンドと同様、前の爪も規格が2種類あるので、こういう2種類あります。ロードバイクは全部これはもう決まってるものなんでこういう形になってるんですけど、こちらの部分はちょっと他の部分の形状が違いますよね。これはですねパイプを直接パカッとはめて、それでロー付けするようにできている爪なんですね。競輪とかこの形はパイプにこのスリットっていう溝を入れてからこう差し込んで作るタイプなんで、こちらは溝がないパイプをそのままパカッとはめてロー付けするだけなんで、工程がちょっとこちらに比べて少なくできます。でこれも見る人が見ればちょっとお分かりになると思うんですが、これはカンパニオーロ製の爪なんですね。でうちも以前はちょっと競輪用にこちらを使ったりするんですけど、ロード用競輪用っていうのは特にそういう区分けはないので、使える時はこう使ってない。今はちょっともうないのでこれは使ってないんですけど、やっぱりカンパニオーロって書いてあるので、ファンの方はこういうものを、使われてるとなんかおってなる方がいるかもしれないですね。こんな感じですね。これはやっぱりね左右ないんですけど、やっぱりこの面は当然外に出るんで、
一応左右があるっていう形です。はい、という形で、本日はエンド、爪っていう言い方するんですけど、エンドについて、いろんな種類があるっていうことと、その用途について、紹介できました。また次回もいろんなネタをねちょっと考えて皆さんに紹介していきたいと思いますので、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。